皆さん、こんにちは。ときまるです。今日ちょっと場所違うんですけど、今、石垣島に来ていて、そのホテルからお送りしています。はい、今日は、高城剛さんに学ぶミニマリズムっていうことで、お送りしていきたいと思います。皆さんご存知ですか？高城剛さん。ハイパーメディアクリエイターとかってね、もういろいろ昔から活躍してる人ですけど、で、もともとその映像作家とかやってて、で、DJ とかやってたりとか、で、今はその作家だったりとか、なんかいろんな顔を持つ方で、僕はずっとその音楽とかやっぱり映像とかやってきたんで、どうしてもその2000年代、90年代から2000年代にかけての結構有名なミュージシャンの PV とか撮ってるのが意外と高城剛さんだったりとか、で、その後もですね、やっぱこう今ノマド的なライフスタイルとか、で、結構ミニマリストの方で、高城さんから学んでる人多いんじゃないかなと思って、改めてその自分流に高城剛さんをちょっと解釈してみようかなと思っています。今回話す内容は、高城さんの実際の本とかですね、あとメルマガとかですね、あとネット上のそのインタビューとかですね、動画のインタビューとかそういうものから全てこう拾った中でお送りしています。なので、自分のもうちょっと解釈というか、話す部分もあるので、正確にはですね、高城さんの本とか、そういうメルマガをご参照ください。ハイパーメディアクリエイターっていうのも結構インパクトあるけど、私もエクストリームミニマリスト、ノマドクリエイターみたいなところをね、ちょっとね、目指そうかなと。そこまで全然いけてないですけど、でもなんかそのミニマリズムのアプローチとしては結構ね、似てるものがあるのかなって思ったりするんですよね。で、きっかけとしてはですね、この間久々にちょっと電話帳を整理しようかなと思って、今自分のスマホに入ってる電話帳の人数っていうのは、35人です。はい。35人しか入ってないんですよ。で、というのも、今そのほら、LINE とか、インスタグラム、SNS とか、いろんなところでそのね、電話帳、連絡を取る役割を兼ねるツールがたくさんあるので、なんかその電話帳っていうものもほとんど使わなくなっているんですよね。そのインターネット電話みたいなもので、その電話番号を知らなくても相手と通話できたりとか、顔を見てね、話せたりとかするので、なので、それもあって、今かなり電話帳に入ってる人数は少ないんですけど、でも高城さんはこれ50人以下っていうことを常々守っているみたいで、それから思い出してね、いろいろ思い出して、その高城さんのミニマリズムっていうのを一回ね、読み解いてみようかなと思ったわけです。で、やっぱね、改めて考えるとすごい深いというか、かなり哲学的なところがあるなと思いましたね。で、やっぱ物だけじゃなくて、その情報、そして人間関係という、つまりその物、情報、人間関係って、そこに絞り込んだ三位一体型のアプローチっていうのかな。なんかそういう感じがしますね。まとめるとね。で、今回ちょっと10項目ぐらいまとめてみたんですけど、まずね、持ち物の総量。で、高城剛さんは、資産とか私物をもう99%ぐらい処分しているっていうふうに言われていて、で、残った1%っていうのをもう持ち歩いて、ノマド的に歩いている。だから僕がやってるそのワンバックワンライフスタイルっていうのは、結構そこに近いところがあるんですよね。で、高城さんが出してる、ライフパッキングっていう本があるんですけど、ちょっと概要欄貼っとくんですけど、このライフパッキングにインスピレーションを受けて、僕はその持ち物リストっていうのを作り出したっていうところが実はあって、で、あれは、そのやっぱ写真付きで、一つ一つ持ち物について解説するっていうコンセプトは、実はその高城さんのものから来てます。はい。で、今はその僕のメンバーシップで、それをお送りしてるので、そちらもぜひチェックしてみてください。で、そのライフパッキングは、最新版が出るたびに毎回ね、その高城さんそのものをやっぱりそのアップデートし続けているんですよ。で、やっぱそのギアっていうものは、消耗品みたいな考えをしていて、で、特にそのガジェット系とか、そういうものものすごく強いので、で、そこから結構僕は結構学んでるところが多くてですね。で、やっぱ最適解を探して常にその新しいもので、常に良いものにリプレイスしていくっていう風な考え方。そんな感じですね、やっぱね。いやもうとにかく少ない持ち物が、もう資産とか私物とかもほとんどね、99%くらいないっていうふうに、処分しているっていうふうに言われてますから、だからこその身軽な移動生活が可能になっていると。はい。で、それから二つ目のその移動っていうところに関わってくるんですけど、移動生活を基本的にしています。で、高城さんはホテル暮らし、とか、いろんなところを渡り歩いていて、だいたい年間50カ国とかね、50カ国以上ぐらい渡り歩くとされています。で、結構その一つの場所に長くいるっていうのも、結構映画の撮影とかロケとかプロジェクト以外では、割とね、少なくて、そういう時以外は、もうだいたい3日間は同じ街とか同じホテルに留まらないって感じですね。僕今このホテルに滞在して2日目になるんですけど、ちょっと明日には出る感じにしていて、だからなんかそういう感じで、同じところに長く留まらないっていうのは、その自分自身が動き続ける。やっぱこう長くいるとね、
その場にこう根を張っちゃうんですよね。引っ越しもそうですけど、部屋とかもそうですけど、東京で僕結構だから2年に1回とか3年に1回ぐらい、もうあえて引っ越しするようにしてるんですけど、その場所にね、ちょっと留まりすぎると、やっぱ快適さが増してきて、で、いろんなその人間関係とかもそこで構築されるので、動けなくなっちゃうんですよね。で、もちろんそれが、動けないことがいいってこともあると思うんですけど、それは子育てとか、やっぱりその地域に根ざして、なんか腰を据えてやっていくみたいな人は、ね、しばらくそこに滞在した方がいいと思うんですけど、私みたいにその何もなくて個人でやってる人はね、やっぱそのいろんなところからインスピレーションを得るためにも結構動き続ける方がいいなと思っていて、なるべく同じ場所に長く滞在するってことはね、ちょっとね、今後も、したくないなって思ってはいるんですよね。で、そういうわけで、高城さんは3日間と同じ街に留まらない。で、基本的にそのキャリーケースも持っていないのかな、多分今は。だから超モバイルライフですよね、本当に。もう短期ホテルみたいなところで暮らしながら、で、拠点のその、依存コストを減らすっていうのかな。拠点に依存するようなコストを減らすっていうことをやったりしています。本当面白いですよ。なんか炊飯器とかもたまに持ち運んでいたりとか、もうそのホテルに自分の、食事もかなり気を使っている方なので、ね、炊飯器を持ち込んで、そこで炊飯したりとかね、してるみたいですけどね。なんか僕が見た、そのライフパッキングのシリーズでは、その時は一応そのスーツケース一つにバックパックっていうスタイルでしたかね。やっぱガジェットとかを入れて、いるんでしょうけど。でも今確か、バックパック一つになってるような気はするんですよね。ちょっと最新情報は終えてないので、そこは皆さんので確かめてもらいたいんですけど、とにかくポイントの2つ目としては移動生活っていう、モバイルライフっていうのがあるっていうことです。はい、3つ目。3つ目のミニマリズムっていうのは、これはアウトプット習慣ですね。高城さんはその作家でもあるので、常にメルマガを書いてると。僕も毎週メルマガ発行してるのと、あと自分のメンバーシップで、コアメンバーシップで、週に2回から3回ぐらいレターをお送りしてるんですけど、記事をね、お送りしてるんですけど、これがですね、高城さんの場合は本とか、あとメルマガとか、常にその書いているんですよ。書く人なんですよ。で、文章量イコールその思考のエンジンみたいな考え方をして、そういうことを言っていたりしていて、で、大量に書いてですね、で、それを洗練させたものを公開することによって、そういうサイクルを回すことによって、コミュニケーションの力と、あとその収益基盤を強化しています。はい。なので、やっぱり減らすだけじゃなくて、で、移動するだけじゃなくて、アウトプット習慣があるっていうことですね。これがやっぱすごいって思います。で、僕も結構移動はしてるんですけど、今月に2回ぐらいはね、いろんなとこ行ってるんですけど、やっぱね、移動してると、結構その書くってことが難しくなったりもするんですよ。やっぱり一人の時間があればそこで書けるんですけど、それが相手がいたりとか、誰かと移動したりとか、で、旅先で誰かとミーティングしたりってなると、やっぱりその自分の時間が取れずに、書く時間が少なくなるっていうのは結構あるんで、だからそこのバランスにはいつも悩んでますね。だから東京にいて、ホワイトボックスにいる時の方が結構書けてたりするんですよね。自分の場合はね。だからちょっとそれは、今後ちょっと鍛えていかなきゃいけないとこかなと思ってますね。で、4つ目のミニマリズムはデジタル化です。はい。もうかなり10万冊以上の、で、やっぱコンテンツ消費というか、そのいろんな本とか映画とかの知識もすごいんですよ。高城さんは。で、やっぱその10万冊以上の書籍とか、あとレコードですね。DJ もやられてるんで、レコードみたいなものも全て音源化して、で、クラウドに保存していると。で、最近はちょっとクラウドベースじゃなくなっているって話もありますけど、それ自分もね、ちょっと今最近クラウドからの脱却をし始めているんですけど、そういうわけで、でもとにかくデジタル化にして、全てのコンテンツとか、書籍みたいなものを、どこでも参照できるような状態にしているっていうことですね。やっぱりそのペーパーレスっていうのは結構ミニマリズムの基本でもあるので、ここはね、なかなかね、移行は難しいんですけど、一回やってしまうともう楽ですね。なんかその紙の書類とか、本とか、なるべくね、少なくしてデータだけでやっていこうっていう風な感じに僕もなってます。ただやっぱ本自体は本の物質性は好きなので、あれってやっぱりその寝る前とかね、やっぱその本ならではの読みやすさとか、心地よさがあるんですよね。読んでる感じが。だから自分はその手元に、1、2冊とか、多い時で5冊とかね、10冊ぐらいキープしてる時ありますけど、キープしながら、今デジタルと並行して読書はやっている状況ですね。はい、5つ目は情報デトックスです。はい。いろいろね、デジタル化の話とかしながら、意外とその情報というものに関してはデトックスをしていると。だから必要な情報だけを取って、不要な情報は入れないっていうことだと思います。だからつまりそのテレビとか、SNS とか、ポータルサイトとか、そういうものを全て遮断していると。
多分皆さんも多分お気づきだとは思うんですけど、SNS 一切やってないんですよ、高城さんって。うん。インスタのアカウントもないし、YouTube のアカウントもないし、まあもちろんなんかプロジェクトで立ち上げてるものとかはあるんですけど、個人で、そういうふうなことを一切やっていないと。だから、まあ、つまり、その、情報、まあ、能動的な情報収集だけを残している。自分から取りに行くって感じにしているってことですね。うん。だからこれはまあ自分もまあよくやっていることで、うん。SNS のアカウントなるべく少なくして、まあ今インスタグラムしかないんですけど、で、あとはまあプラットフォーム的には YouTube とか、ポッドキャストで発信はしていますけど、まあそれ以外のもの、まあつまりテレビとか、ポータルサイトみたいなものはほとんど見ないし、まあブックマークとかそういうものも極力少なくして、ただ自分が信頼できるソースですね、ニュース系のソースから情報を取りに行くってことをしています。やっぱりまあ最近 AI も入ってきて、そのすごいフェイクニュースとかね、もうなんか映像もむちゃくちゃリアルで、リアルだけど実際に起きてないことを作っていたりとかっていうのが、まあ増えてきてるんで、ますますその情報の取捨選択っていうか、そういうところにはシビアになる必要があるなと思いますね。ただやっぱ人間なんでそこに騙されてね、そっちの方にそっちをこう取ってしまうっていう風になりがちな世界に入ってきてるなと思うんですけど、なかなか難しいことだと思いますけど、まあ、だからこそ、なるべく情報を入れずに、自分の必要なものだけに集中していくっていうことが、ますますね、今後大事になってくるかなと思ってます。はい、それから6つ目のミニマリズムは人間関係ですね。これ一番最初に話したように、連絡先は50人以下にしています。高城さん。あとやっぱりそのフォロワー数よりも友人が少ない人を信用しているっていうふうにも書いたりしていて、で、その SNS をやってない人たちと関わるっていうことをなんかやってるみたいなんですよね、積極的にね。で、その感覚はめちゃくちゃ自分にもわかるんですよ。なんかまあ、自分がこれだけその YouTube とかで喋りながら、だから自分が喋ってるから、その自分が結構付き合う人っていうのは、その全く SNS やってない人の方が多かったりするんですよね。これ結構不思議で、なぜかやっぱその対極というか、を自然とこう求めているのかもしれないですね。だから全くインスタやってない人とか、Facebook とか、YouTube とかもそうだし、そういうのやってない人と結構仲良くなる傾向があって、なんかそこが結構不思議だなって思うんですけど、まあだから多分他の人からしたらもう自分はものすごい嫌なやつで、なんかこうむちゃくちゃやってますから、むちゃくちゃね、YouTube で喋ってますから。ただまあそのアカウントを、まあさっきも言ったように、インスタグラムだけにして、で、しかもそれはもうほとんどね、たまにストーリー上げるのと、まあ、DM とか連絡するように使っているだけなので、まあ、基本はYouTube と、あとは自分のメンバーシップっていう感じですね。そういう意味では結構まあ、少なく深くというか、少ないメンバーの中で、人数の中でやっていくって感じになっていますね。最初はまあ僕もこの高城さんが50人以下にしているというのは結構まあ衝撃だったんですけど、でもなんか今だったらやっぱりできそうな感じはしますね。電話番号自体がやっぱりそもそもそんなにもう使われなくなってるっていうのもあるし、ただ、まあそういう意味では、だから電話だけじゃなくて、やっぱそういうね、SNS などで連絡する人間関係っていうのもそこまで広げすぎないっていうか、自分がやっぱコントロールできるっていうか、ちゃんと対応できるような範囲だけにした方がいいのかなって思いますよね。まあ自分もね、この間まではツイッターとかやってたのでわかるんですけど、やっぱいろんな、まあたくさんむちゃくちゃフォローすると、やっぱり追うのが大変になってくるじゃないですか。で、結局一つ一つのなんか、対応とかが軽くなるんですよね。だからなんか適当に返信したりとか、適当に返しちゃったりとか、なんかそういう風になってくるんで、やっぱりそこもある程度やっぱりちゃんとした人間関係とかを作るには、ちゃんと丁寧にね、やるためには、やっぱりある程度制限する必要があるなっていうのは、やっぱ使っていてね、感じていたことなので、まあそういうわけで、まあ人間関係を50人以下にしていると。連絡先をね。で、こういう話をすると、なんか人間関係を少なくして、なんかミニマリズムは悪だみたいな感じで言う人っているんですけど、でもよくよく考えてみると、昔、人間が狩猟採集時代だった頃っていうのは本当に今よりもものすごく少なかったわけですよね。自分の家族とそこの集落とかに住んでるメンバーだけっていう
感じで、多分人間って生きてたと思うので、今がやっぱり広がりすぎてると思うんですよ。それはその学校のシステムだったりとかね、なんかその集団で何かをやろうとかっていうところからも関係しているだろうし、で、さらにその次にその SNS 時代という、もう全く、顔も知らない人たちとものすごくつながるような時代になっている中で、あまりにもやっぱり多すぎると。関係をこうね、つなぐ人たちが。だから多分それに、やっぱこう体とか脳っていうのは進化してないので、そこまで。その時代から。だから狩猟採集時代のその人間関係ぐらいが、そのストレスなく、コミュニケートできるような、多分分量だったのが、今それがもうオーバーフローしているっていう風な、多分状態だと思うんですよね。だからこそ、皆さんその疲れるし、人間関係に疲れるし、で、SNS を使うことに疲れるっていうね、ことになってると思うんですよね。だからやっぱそこをね、いかに制限するかっていうのは、これからも、課題になってくるかなとは思ってます。で、7つ目はワードローブですね。これも、服ですね、つまりね。で、これも気候の変化に対応できる機能的な服を最小限で揃えて、同じアイテムを着回すってことをやっていると。で、これもライフパッキングのね、本を見たらわかると思うんですけど、なので、その場所場所によってやっぱりそのいろんな装備をするし、だから寒いところになると結構厚めのダウンを入れたりとか、夏場は結構軽めでメリノを使ったりとか、結構メリノ製品使ってるイメージはありますね、高城さんもね。で、ここはもうまさにその自分がやってるようなところともうほぼ同じかなとは思いますね。やっぱりその機能的な服を揃えて、で、なるべく、その洗濯の回数とか、で、着る回数とか、で、なるべくその着回しがいいものを使うっていう、感じですね。で、やっぱりそのワンバックワンライフスタイルをやるにあたって、一番かさむのが服なんですよね、結局ね。これやったことある方わかると思うんですけど、服が多いと、その荷物の量が増えてしまうと。だから、そのワードローブを考えるっていうことは、そのモバイルライフに、やっぱ重要な要素をもたらしてくれると思ってます。8個目は、ガジェットの選定に気を使うっていうことで、で、これはもう、高城さんといえばガジェットみたいなこと、ところありますけど、で、結構折りたたみのキーボードを紹介していたりとか、あとはその軽量で、かつその多機能なもの、みたいなものをよく使っていたりしますね。で、原稿の執筆もですね、もうPC をなるべく使わずに、iPhone とか、あとは、外付けのキーボードを使ったりとか、あとは最近はその音声入力を使ったりとか、そういうところで工夫してやってるみたいです。で、やっぱりでもその映像編集するときは、ラップトップが必要だみたいなことは書いていましたけど、確か。で、このスタイルは僕的にも近いようなところがあって、で、自分の場合はやっぱり、一度何度も試みたことはあるんですけど、このモバイルだけでの、ライティングっていうのをね。で、もちろんこれしかないときはこれで書いたりもするんですけど、やっぱり自分はやっぱそのキーボードっていうのが、一番効率的だし、で、音声入力よりもキーボードが今は好きですね。だから、やっぱどうしても自分の文章を書くときは、ラップトップのスタイルか、あるいはラップトップに、外付けのキーボードをつけて、で、それでこうね、ちゃんと高さ上げて、いい状態で書くってことをやっています。ただ、高城さんの場合はそのガジェット選定がやっぱ基本的にはもうスマホ。で、あとは iPad もあったりとか、で、折りたたみのキーボードだったりとか、常にそのモバイルな状態、モバイルに自分のその移動式、ライフスタイルに耐えられる道具を使っている、選んでいるっていうことですね。ここは結構ポイントかなと思いますね。その移動を前提に考えると、やっぱどうしてもその軽くするしかないし、で、小さくするしかないんですよ。で、だからそこがやっぱりその工夫できることなんですよね。なんか家で使おうっていうか、何もその制限がない状態で道具を選ぶっていうのは、もうなんか何でもいい、良くなっちゃうから、大きくなるし、重くなるし、でもその方が、動かない場合はやっぱり使いやすかったりするんですよ。やっぱそのデスクトップとかね、デスクトップの iMac が使いやすいように、やっぱ使い勝手がすごいいいように、家では。だから、移動しないこと前提であれば、そういう大きくなったりとか、しっかりしたものの方が、使い心地はやっぱいいんですよね。でもそこに移動というファクター、持ち運ぶっていうファクターをかませることによって、じゃあどの道具がいいのかっていう、そういうふうな思考になってくるので、そこでいつもね、悩んだりとか、失敗したりとか、買い物失敗したりとか、するんですけど、でもそれがね、なんかそこを楽しんでるとこもあったりして、なんかそういうのが楽しいなっていうか、道具の選定を、いやいややるんじゃなくて楽しみながら行うと、その辺の軽量化とかも、どんどん進んでいくのかなと思ってます。で、通話をしないとかね、そういうところも、やっぱ書いてますね。これ、ホリエモンさんとかも言ってますけどね、やっぱね。基本的にほら、やっぱなるべく
相手の時間を奪う行為だから、通話はせずに、基本的にはテキストベースでのコミュニケーションを行うっていう感じですね。9つ目に、ミニマリズム的な、思考法として、で、やっぱりその足すより引くっていうか、引き算みたいなことを常々言ってるなという印象があります。だから足すよりも、もうそこで止める。足すんじゃなくて止める。むしろそこから引いていく。引き算していくっていう考え方。で、これは、全てにおいて、やっぱ物だけではなくて、その人間関係もそうだし、あとはその情報の選択もそうだし、あとは食事ですね。食事とか、あと時間の使い方とか、そういうものに対しても、プラスプラスでいくんじゃなくて引いていくっていう。だからそこにも結構ね、やっぱそこミニマリズムの理論が、根付いているなといつも感じます。それからその10番目の、健康法みたいなものにつながるんですけど、で、健康系の本もね、結構出してるので、いろんなものすごい面白いサプリの紹介とかもしてるんで、これは人によってその健康法っていうのは違うので、全てを真に受けずに自分の体調にちゃんと注意しながら、あるいはその医師の監修のもとにね、行うっていうのが基本だとは思うんですけど、でもそれ含めてもやっぱり食事もやっぱ引き算で、足すよりも引いていくっていう風な傾向が見られますね。で、健康とか、食生活に関してもだからミニマルにしているっていうことで、結構ファスティング、1日1食とか、食事の回数少なくしていたりとか、あとは小麦とかですね、そこ油とか、あと糖とかね、特に糖とか、そういうものを断ったりとかね。で、やっぱりいろいろある中で、高城さんの特徴というのは僕の中で見てて、やっぱ血糖値っていうのはものすごく気をつけているっていうのと、あとは炎症レベルですね。体内の炎症レベルを下げるような食事をしているっていうことですね。高城式っていうのかな、それがね。でも高城式健康法みたいな健康に関する特化した本が多分出てたと思うんですけど、僕も多分 Kindle かなんかで読んでるとは思うんですけど、やっぱりフリースタイルリブレとか血糖値を測るね、機会があったりするんですけど、そういうのも、やっぱり高城さんのおかげで結構流行ったというか、日本で広まっていったりとかしてると思うんですよ。その医者が出すものだけではなくて、いろいろ自分の体で実験をしながら、自分に合う健康法を開発していくみたいな流れを結構作った人だと僕の中では思っていて、それはサプリのことだったりとか、あとは自分のプロジェクトでも、結構血液検査とかそういうのをして、ちゃんと医学的にどういう栄養素が足りていないかとか、体の情報をスキャンするみたいな。で、それに合わせた食事とか、サプリメントで改善をするっていうことを行ったりしていて、ああいう試みもですね、結構面白いなと思いますね。あとアイルベーダとかヨガとか、そういう方面への造形も深くて、で、スリランカのね、アイルベーダの施設で、結構そういうふうな施術を受けたりとかっていうことも話したりしてますね。まとめるとやっぱり血糖値とか、あと糖とか、を取らないとか、あとは炎症レベルを下げるような食事を行うとか、そういうところだと思います。で、自分の最近の例で言うと結構ね、それに近い感じにもうほとんどなっていて、で、それは僕はどちらかというと、高城さんからの影響というよりかは、やっぱヨガをやってて、自然と入ってきたことでもあるんですよね。ヨガの影響が自分の中では大きいと思ってますね。で、どうしてもやっぱりヨガやってると、あまり満腹に食べないみたいなところが出てきたりとか、だからそこで減らすっていうことが入ってきたりとかするんですけど、でも減らすとあまりにも体重が落ちてしまうので、体重をキープするには、じゃあ何を取ればいいかみたいな、だからそこに気を使うようになったりとか、あとはお酒を控えたりとかね、そういうところも今自分の健康とか体調とかにものすごく関わっているなと思っていて、で、基本的にヨガっていうのは、結構ベジタリアンとか菜食の人たちが多いので、そっちのあれも入ってきながら、でも自分の中でそれだけじゃなくて、科学的にエビデンスがあるものを、いいものを取っていくと。つまり、いいものを取るっていうよりかは、悪いものを取らないっていう風な感じになっています。加工食品だったりとか、スーパープロセストフードっていうのかな、超加工食品って言われてるような、ものがあるんですけど、それはカップ麺だったりとか、加工肉とかだったりするんですけど、そういうもの、だから加工されたものをなるべく取らずに、結構ローフードを自然なものを取っていくっていう感じですね。で、その中でバランスを見て、ちゃんと血液検査をして、で、自分の日常的に食べているもので足りない栄養素を補っていく。
で、スタイルを一言で言うなら、自分の場合はその和食と、地中海食っていうのを混ぜたようなものですね。うん。だから、なんかオリーブとか、あとは、タンパク質、魚を中心としたタンパク質取りながら、あともその豆腐とか、そこ発酵食品とか入りながら、昔のね、お味噌汁とかね、なんか日本のそのちょっと和食みたいなもの入りながら、で、海藻とか野菜とかオリーブとかそういうものは結構地中海式的なものが入っていて、あとナッツとかもそうですよね。なんか木の実とかそういうのもそうですけど、なんかそういうものを食べてると自然となんか余計なものを欲さなくなるんですよね。うん、だからアシュタンガ始めて、ちょっと2年ぐらい経ちますけど、だからそれぐらいから結構顕著に出始めて、なんか、それまでは結構むちゃくちゃ、たまになんかウインナーとか、ものすごいその肉、油取りてえみたいな、ものがあったりとか、今でもたまにその、なんかラーメンとか惹かれる時はありますけど、でもなんか昔ほど、そこにこう行かなくなったんですよね、自然と。だからそれは多分自分のその体が変わっていって、なんかそのドーパミン的な受容体みたいなものも多分変わっていってると思うんですよ。で、ちょうどこの間そのヨガ関連のそういう文献を読んだんですけど、やっぱりヨガをやるとそのドーパミン受容体のものが変わるらしくて、で、今までだからその、これが欲しいみたいな、自分のその報酬として得れるようなその食事とか酒とかみたいなものが、そのヨガで満たせるようになると、そこにあんまり行かなくなる。だからそういう、これまでやっていたその食べ物とか食習慣みたいなものを取らなくても、そのヨガの方で自分のそのなんか欲みたいなものを満たせるようになるんで、なんかそっちが自然と減っていくらしいですね。なんかそういう研究は実際にされてるみたいですね。あまりそのヨガの話すると脱線しちゃうんですけど、つまり高城さんも、その今10番目に紹介した健康法について、結構ミニマリズムの理論を適用しながら進めている感じがするっていうことです。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、今日は高城剛さんに学ぶミニマリズム、10のミニマリズムということで紹介してきました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。